今日は、DRC さんの FY003-5A、これクローラータイプのラジコンになるんですけれど、これをちょっと公園で走らせてみようかなと思って持ってきてます。で、もうこれDRC さんではおなじみなんですけど、RTR ということで、レディートゥーランモデルですね。箱から出してバッテリーさえ充電すれば全部遊べます。で、僕の動画をもう見ていただいている方は、よくご存知だと思うんですけど、何分クローラータイプのラジコンって操作したことがないので、仕組み等もちょっとよくわかんないんですけど、とにかくはやってみようということで、まず開けてどんなか見てみようと思います。で、今日公園で動画撮ろうと思ったんで、もうすでにバッテリーだけはちょっと充電してきました。一応ね、なんかシールがついてます。これ貼ってません、まだ。で、あと説明書ですね。あれ？プロポは？あった。忘れたかと思った。よし。はい、こんな感じです。もう見た感じね、ちょっとマットなブラック仕上げで、質感も、割と良さげな感じがします。で、プロポも、ちょっと硬いね。前の1213の時も、ステアリングの、ここがちょっと硬かったんですけど、クローラーだとこんなもんなのかな。これも電池は別売りなんで、電池は一応入れてきました。はい。ある程度公園で遊ぶ準備はもうバッチシです。で、入ってたものは、一応簡単に、充電できるための USB と、あとバッテリーが2つ。リポバッテリーの 1300mAh かな。それが2つ入ってます。これはね、一応開けようか。そんなにここに興味持つ人はあんまりいないかもだけど、充電するための、簡易的な充電器と、あとドライバー、あと銀色の六角レンチと銀色の紙。もしかしてこれですね。ミラーです。ミラーの鏡だね、これ。これは今日はもうつけません。ひとまずこれはもう戻して、もうこれ使ってないんで戻します。はい。で、一応ちょっと車の方に見てみましょう。あとね、これついてます。プロポの、こうだ。アンテナもどきみたいな感じですね。で、とりあえず1個はもう電池はしまって、この1個の電池を入れてみます。で、電池はね、ちょっと入れるところこれ面白いいうかかっこいいなと思ったのが、ちゃんと入れるところがここにあるんですよね。はい。で、ここに収めて、こうかな。こうだろうね。で、見えるかな。こんな感じで収めて、よいしょ。はい。はまりました。で、こう、ボンネットをパチッ。はい。OK です。ミラー鏡ついてないけど出しとこうか。いいや。はい。これでバッテリーを装着して、もうすぐ走れるようになりました。この手軽さが、レディートゥーラン RTR モデルの一番いいところかなと思います。で、ひとまずこれで走らせれます。で、クローラータイプって、ちょっとよくわかんなかったんですけど、これね、スプール
完全にデフロックしてるな。これがクローラーなのかな。デフも効いてないね、やっぱりね。ショックもフリクションダンパーなので、ちょっとふわふわですね。あとね、やろうと思ったらできると思うんですけど、ボディ外せないですね。外せるのかと思ってた。ボディ外せないんで、もうちょっとこれぐらいかな。これもしかしてなんですけど、ちょっと今日しないですけど、そのうちこれもいろいろ改造されるマシンになっちゃうと思うんですけど、ここら辺外せそう。こんな感じです。で、プロポ。これがトリムですね。トリムとスロットルトリムとスターリングトリムがついてるので、調整はできます。で、スピードも調整できます。チャンネル3。これ確か、一応事前情報ではね、坂道でブレーキをかける。サイドブレーキ的な感じかな。です。これ電源入れてみます。これね、電源入れるとこがね、悩んだんだよね。ここにありました。結構探しました。これ、いきなり鳥も歪んでるぞ。いきなり歪んでるぞ。送信機入れるの忘れてた。本当は送信機先ですね。で、このライトが分かりやすいためにちょっと日陰選んで、今動画撮ってるんですけど、日陰だと見えるかな？ライトがついてます。で、ライトもここで切り替えてすることで、ほら、これなんかアメリカのポリさんみたい。こんな感じで押すたんびに切り替えができます。夕暮れ時とかだったら結構目立って面白いかもですね。で、あとは、こうか。遅いな。おー。危ない。遅いなって言ってもここじゃ早いか。スロットルトリム。この今のスピードが一番遅い設定にしました。ちょっと本気出して一番早くしてみると、遅いな。やっぱ、そもそもこれラジコン、こういうタイプのものってスピードは求めないと思うんで、これぐらいが普通なのかな。クローラーされてる方とか、だいたいスピードこんくらい出るようなのが知ってる方いらっしゃったらコメントもらえると嬉しいです。差し当たってちょっとこれで今走らせてみようと思います。特にこれ今ちょっとスピードは一番遅くしてます。ちっちゃい子供さんにプレゼントすればこれだと危なくないからいいかもね。じゃあちょっと本気出してバックのが速いかな。ちょっとウィリスこれ最速にしてみます。ちょっと本気出して。すげえパワーある。坂道を登っています。割と力あるな。さすがに速いぞ。転ぶ。なんて言ったらいいんだろう。スピードは出ないけど挙動が面白い。クローラーってこういう楽しみ方なんだ。そもそもスピードがあまり遅いラジコンって正直あんまり
こんなこと言っちゃプローラーされよる方申し訳ないんだけど、あんまり興味持たなかったんだけど、こういう障害物を一つ一つクリアしていくっていう、これが面白いのか、なんか分かった。これで本格的なクローラーっていうわけじゃないと思うので、でもなんとなく楽しみ方が分かった。これはちょっとスピードに疲れた時に、なんていうんだろう、癒されるような感じのラジコンだね。これは1個持ってていいね。でちょっとね、もっと走破性をちょっとチェックしたいんで、ちょっとこの谷間に入っていきたいと思います。でちなみに一番最高速にしてあるんですけど、実際にはね、なんて言ったろう、大人の早足ぐらいのスピードかな。よいしょ。はい、いけた。うまいというか、もう事前にね、ちょっとあそこにクリアできるようにしてました。それじゃあ、この子の最大の特徴である後ろに戻らないブレーキを使ってみます。まずね、右側にしてる状態で走ると、普通に上がって離すと下がる。普通に上がって離すと下がる。これね。で、今度はこれをスイッチ入れます。入れる。これでブレーキモードっていうやつかな。一応これでまっすぐ走って、ちょっとトリムずれてます。まっすぐ走って離す。一応効いてるか。じわじわ下がってるけど。でも下がって、ほら止まるから。これを左にすると坂道止まらない仕様になります。はい、それではですね、今日は別日ではありますけど、公園で撮ったこの FY003 と、あと自分の作ったテストコースでちょっと走らせてみた感想ですね。結論から言うとめちゃくちゃ楽しいです。これね、普段オフロードやオンロードということで、割とスピードの速い車でコースを丁寧に攻めるとかいうような形で遊んでるんですけど、そちらの方はやっぱりスピード重視、コーナーリング重視といった部分になるんですけど、これは、ちょっと心が癒されました。クローラータイプということで本格的なクローラーというわけじゃないでしょうけど、こけちゃうね、やっぱりね。それでも雰囲気だけは味わえてるんじゃないかなと思います。特にね、こんな感じで足がかかればいけちゃったりね、一応力もあったりで、スピードこそないですけど、結構楽しいラジコンになってると思います。で、今回のこの FY003-5A なんですけど、DRC さんよりクーポンコードもいただいてます。なんで通常よりもだいぶ安く買えますので、また興味があればそちらの方を見てみてください。これね、1個持っててもいいね。こういう感じの癒されるラジコン。楽しいや。はい、それでは今日の動画は以上となります。またこういったラジコンも含めてラジコン全般、オンロード、オフロード、いろんなことにチャレンジしていこうと思います。またちょっと応援してあげようって言っていただける方はチャンネル登録、いいねボタンいただけると大変喜びますので、そちらもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。よし。割と降りれるもんだね。ここ行けるか行けないか。タイヤがかかれば上がれる。お、さすがに無理。これでどうだ？あそこから登れるんじゃない？いけいけいたダメでした。こんな感じにしてたらいけるんじゃね？こっちか。よし、いける。そうなるともうなんか意地でもここクリアしたいね。よいしょ。
お、